それでね、日本はね、第一番に戦争に負けましたね。負けたということは、物質的な豪壮年をね、一斉に消滅された、清められたということなんですね。しかも、一番、誰ももらったことのないようなね、いいいただき物をしちゃったわけね。それが原爆だわけですよね。原爆があそこで日本で、広島に落ちてね、初めて、第一号なんですね。長崎が第二号。今まで世界に使われたことはないわけですね。その原子爆弾の洗礼を第一番に受けてね、第一番に清められたのが日本の国なんですね。そうすると日本というものは、いわゆる、なんて言います、人類の、ね、人類が本当の姿を表したものなり、大きな意味では犠牲ですね。的な行動をさせられたわけなんですね。これは誰がさせたかというと、神様がね、守護人がさせたわけなんですね。で、いかにも肉体的に身が悲惨ですよ。原爆でやられてしまったからね、もう悲惨なような感じがします。しかし、私の目から見れば、原爆で亡くなった人もね、普通の爆弾で亡くなった人もですよ、あれだけども、原爆で亡くなった人はね、あのまま苦しんでいるかっていうと、そうでないんですよ。普通の病気でね、迷って亡くなった人よりも、原爆やなんかで亡くなった人の方が早く清まっている。で、かなりいい世界に生きてる。いわゆる自分の業なる業のままでいけばね、まあ、誘拐のところ行く人でもね、原爆なんかで亡くなった場合にはずっと上行ってるんですよ。なぜこういうことになるかというとね、いわゆる守護人、守護霊がですよ、そういう人は罪に行くと現時点、悲惨な状態でさね、悲惨な状態というのを形の世界に表しながら、しかもその形の世界で、日本の業というものをね、個人個人の業にひっくるめてね、個人個人の業が集まると日本の業になるんだけども、その日本の業というものを、カルマというものをね、個人個人がこう持ってね、それで言ったわけなんですよ。そうすると、日本の国のためになったということになるんです。ね、日本の業を自分たちが背負って、ね、死んでいったということになるんですよ。ね、そうするとね、精進の世界でね、この罪一等を減じられてね、業相がずーっと減るわけなんです。それで、まあ、例えばこれだけいかない人でもね、もうこう、霊界とか、いうふうに高められるわけなんですよ。ね、そういう意味で、原爆で死んだ人は悲しいように見えるけれども、私の目から見ればですよ、それは普通のね、当たり前の死に方して、なこと言うと、私に原爆だったってやるなんてね、原爆来ないかいかなって、またなって困るけど、ね、よりもね、得をしてるわけなんだ、本当に言いますね。そういうもんなんですよ。あるいは、嵐やなんかのね、で、災害で亡くなったりする場合もありますね。ああいう場合でも、普通その人が病床で死ぬことよりもね、その方が、やっぱり、こう、罪一等が減じられるんです。変なこと言うなって言うけどそうなんですよ。それは国の業を背負っていくからですよ。ね。国の業というのはなんか、戦争とか天変地異とかね、いろんなその大きな災害でもってね、減らされていくわけなんですね。その中でもって個人がその災害を背負っていく場合には、個人は清められるわけよ。一つの犠牲なんだからね。自分では気がつかないけど、守護霊の方ではそれをやってるわけだね。だから、その人が悪い思いを持ってるから、まあ、成長の意識でいけばね、そういう災害にあるのは自分の中にそういう思いがあるからなるんだと、こういうことになるわけだね。だけども、そんなこと言ったら誰だって、ね、恐れのない人はないしね、まあ、こういういろんな豪商に持ってない人はないんだから、そういう特別な人だけがそうなるってことはないわけですよ。それは守護霊の方で、その人の運命を考えて、永遠の生命との振り合いを考えて、そういうような役割に振り当てるわけなんね。それで、生きた人は生きた人で結構ですよ。ね、そういうわけなんですよ。だから、何でも現れたことは悲惨なように見えても、どういう事態に見えてもそれは悪いことではない。単なる悪いことではない。生命の方から見ればね、みんな全て業相念が、カルマが消えていく姿なんだから、ね、大きな意味でカルマを消していった方がいいわけです。個人的な、ただ個人的なことだけでね、業を消すよりもね、消させられるよりも、大きな働きの場でもって業を消していった方がいいわけですよね。そうするとね、世界人類が平和でありますようにというような、ね、日本が平和でありますようにというような大きな願いね、大きな願い事の中でこの日常生活をこう消していった方がいいわけでしょ。ね、世界人類が平和でありますようにという願いはもう大きな願い事ですよね。その願い事の中には全て自分の病気のこともあれば、自分の性格のこともあれば、いろんな業相念がそこに入っていくわけですよ、全てね。そうすると自分の小さな願い事もね、みんなその世界平和の祈り、世界が人類が平和でありますようにという願い事の中に入って清められていくわけでしょ。それをことさらに自分の病気だと思う必要はないわけなんだ、本当はね。その中入ってるんだからね。わかりますか？自分は世界人類の一人なんですよ。ね、誰でも世界人類の一人ないものはないんですね。
世界人類の中の一人なんだから、世界人類は平和でありますようにって時は、自分の平和がそこに入ってるわけでしょ。自分の平和がなくて世界人類が平和になることはないんだから。世界人類が一人でも苦しんでる時にはですね、世界平和にはなりませんよね。世界の誰も彼もが誰もが苦しまないという、そういうことにならないと世界平和になりませんでしょ。そこなんですよね。世界人類が平和でありますようにっていう時は、自分の全ての思いが、全ての幸福がそこに入ってるわけね。幸福を願う思いが入ってるわけです。